Seaside, Mountain, Downtown, Island, Ibiza Cafe。皆さんこんばんは。FM ムーブ DJ のヤコミカです。この番組は今話題の音楽情報を中心に FM ムーブ神戸とロサンゼルス DJS レディオ2曲ネットでお届けしてまいります。この後15分間よろしくお付き合いください。はい、始まりましたイビザカフェ。日本の皆さん、ロサンゼルスの皆さん、こんばんは。2021年風の時代に入りましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。豊かさの象徴が物から心へ移っていく時代。風という言葉は知性とコミュニケーションを象徴し、情報やネットワーク、思考を表しているそうです。ざっくりまとめると、古い考えやしきたりに縛られないでアイデアを出し合ってみんなで良くしていこう、もっと自分らしさを出していこうよという感じなんでしょうかね。私個人的には豊かさの象徴が物から心に移っていくというのはとても素晴らしいことだなと思います。さて本日は2024年新紙幣発行にあたり、新1万円札の顔にもなられる渋沢栄一氏の思想論語とそろばんについて解説したいと思います。この渋沢栄一氏はご存知の通り2021年の NHK 大河ドラマ青天を衝けの主人公にも選ばれております。という意味でも今非常に話題の人ですね。渋沢栄一氏は1840年江戸時代後期に生まれます。そしてとても長生きされ、昭和初期まで91歳と長い人生を全うされます。渋沢栄一氏といえば日本資本主義の父、実業界の父、金融の父と言われますが、実はこういった名称は渋沢氏の一面だけを捉えた言葉だそうです。なぜかというと、確かに約480もの企業の設立運営に携わってこられましたが、同時期に約600もの社会事業にも携わられたそうです。まず企業の方から見てみますと、みずほ銀行、東京海上火災、王子製紙、JR 東日本、東京ガス、キリン、アサヒ、札幌ビール、東洋坊、日経新聞、東京電力、帝国ホテルと名だたる企業480もの全ての設立運営に携わりました。加えて同時期に日本赤十字社、聖路加国際病院など医療系、一橋大学、日本女子大学、早稲田大学と学校の設立など600もの社会事業にも携わっております。そして身寄りのない子どもたちや働けなくなった人たちを支える養育院の院長を60年弱も務められるなど、慈善事業も推進してこられました。70歳でビジネス界を引退した後は、当時悪化していた日中関係、日米関係の改善のため民間外交に尽力を尽くされます。それが認められ、1926年、1927年と2度ノーベル平和賞候補にノミネートされます。この意味で渋沢栄一氏は日本の近代の父と言っても過言ではないほどの活躍をされています。そんな渋沢栄一氏のモットーが論語とそろばんです。この論語というのは中国の有名な古典で、道徳、倫理、正しく生きるための指針が示されております。一方そろばんは経済、ビジネス、利益などを追求する活動になります。ではなぜこのような主張をするようになったのでしょうか。これには実は有名な事件があります。渋沢栄一氏はパリ万博やイギリスを歴訪されますが、
この時イギリスの商工会議所の会員から、日本の商人はインチキばかりしやがる、これではまともな商売ができないので何とかしてほしいと苦情を受けてしまいます。これに対して日本の商人はこんなにレベルが低かったのかと、渋沢氏は真っ青になってしまいます。そして慌てて日本に帰って、論語とそろばんが必要だと口にするようになります。つまり論語とそろばんの基本的な意味は、いわゆるそろばん、経済やビジネスは自分たちの利益だけを考えてしまいがちになる。しかしこれだけでは社会が壊れてしまう。したがってもう一方の論語、いわゆる大義や道徳とビジネスを調和させていかなければ社会は健全には発展しないと考えたわけです。今から10年前、渋沢栄一氏は世の中でほとんど実は知られていませんでした。ではなぜ注目されるようになったのでしょうか。それはリーマンショックです。このリーマンショックで欲望丸出しの資本主義が世界を壊していくという中で、日本の多くの経営者たちは一体何に学べばいいのか、こんな欲望丸出しではない資本主義や経営の形があるのか、こう思い振り返った時に、日本の原点としての渋沢栄一の論語とそろばんがあるではないかと気がつきました。こういう背景があり、多くの経営者が論語とそろばんを愛読書として挙げるようになりました。そして CSR、 いわゆる企業の社会的責任が問われる時代に、この論語とそろばんの考え方がとても一致してきます。さらには2019年、コ・ラウンドテーブルというアメリカの経営者の協会が、株主利益だけのための経営ではなく、株主や従業員、地域社会といった全ての利害関係者、そして全ての社会のために経営をしていこうという宣言を出していきます。渋沢栄一氏の論語とそろばんの考え方は、こういった世界の大きな潮流を百数十年以上前から先取りしている、こういう素晴らしい面を持っています。さらに象徴的なのが中国です。中国では現在論語とそろばんの中国語訳が約9種類刊行されています。これはなぜかと言いますと、1990年代の頭に資本主義化をしちゃいました。この時に鄧小平が金持ちになれるやつからなれということを言っちゃったんですね。これにより猛烈な拝金主義がはびこってしまいました。そして2002年、胡錦涛と温家宝が政権を取ると、このままモラルなき資本主義が続くと中国が持つはずはない、論語とか儒教の道徳を取り戻そうと社会計画を変革します。その一環として中国のビジネス界でも渋沢栄一の論語とそろばんに注目が集まります。そしてビジネスだけではなく、生き方の教科書としても注目を浴びていきます。それはプロ野球日本ハムの栗山監督が愛読書に挙げていて、選手たちにこの論語とそろばんを配って読ませたそうです。その結果、渡米した有名な大谷選手など多くの一流選手の愛読書になっていきます。なぜプロ野球選手が論語とそろばんなのでしょうか。わかりやすく言うと、論語がチームプレイ、みんなのため、そしてそろばんが自分の活躍、成績。要するに一流選手はこの2つを高いレベルで一致させないと一流にはなれないということですね。栗山監督はプロ野球でギリギリの勝負になった時、勝敗を分けるのは人間力。その人間力をつけるには論語とそろばんを読めばいいと語られているそうです。本日お伝えしました以上のような観点から、
現代社会ではどう働きどう生きていくべきか、その原点のバイブルとして注目されています。ぜひ皆様も渋沢栄一氏の原点論語とそろばんを愛読してみてください。明治という激動の時代に未来志向で生き、大きな仕事を成した渋沢栄一氏、彼の物事の捉え方に触れれば、日々の仕事においてもこれまでとは違った景色が見えてくるかもしれません。時代を超えて読み継がれる名所には、読むたびに新しい発見があるはずですね。まだ読まれたことがない方のちょっとした気づきのお手伝いができれば嬉しく思います。今日のミカミックスはトライバルハウスミックスでお送りいたします。重低音が効いておりますので、できたらヘッドホンで聞いてね。FM ムーブ神戸とロサンゼルス DJS レディオ2曲ネットでお届けしてまいりましたイビザカフェ。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組に対するご意見やメッセージはファックスと E メールで24時間受け付けております。ファックス番号は 078-334-2761、 メールアドレスは神戸@fm-move.com、 ムーブの綴りは MOOV ですので、お間違いのないようにお願いいたします。あるいは FM ムーブ神戸のウェブサイトからリクエストフォームをご利用ください。では皆さん、素敵な夜をお過ごしください。また来週この時間にお耳にかかりましょう。イビザカフェ、お相手はヤコミカでした。Have a good night!